で前走よりもねはるかにレベル上がってるんでね、気配もめちゃくちゃいいんでね。よし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 、まだ出た方、まだ追い出してない。でもラブいけ、ラブ粘れ。はい、じゃあこんにちは。はい、やってまいりました。10月13日日曜日ですね、東京競馬場に朝からやってきてます。今日はね、いよいよベラジオ園田ラブ中央3戦目ですね、挑戦ということで、前走はね KFS ステークスで中京競馬場やったんですけどね、条件一緒で芝の 2000m でね左回りなんですよね。今回はね本当ね枠もね絶好の枠入りましてね、本当にねザブにとってはねちょっとね結構ね向いてきてるような感じなんでね、ちょっとぜひねこれはね応援していきたいなって思ってます。パドック見てからまたいろいろやっていきましょう。はい、以上です。ゴーじゃあね今パドック向かってます。ちょっとね大倉のレストラン行ってまして、ちょっとパドックに向かおうと思ったらパドックめっちゃ遠いです急いで行きます。はい、じゃあね園田ラブですね、ベラジオ園田ラブ、枠順が10番枠に入りまして、10番ですね、馬番で東京の 2000m って言いましたらもう10番ってね絶好枠なんですよね実はね。で今日ねプラス6キロっていうことで、でもあれですね理想的な馬体重だと思います。でやっぱりそうですね、パドックはねだから最近ね本当にねよく見せるんですよね。落ち着いててね、で首をねこう上げ下げっていうかね、ラブらしい気合い乗りでやっててね、それ前走ケフェウスの時もね、こんな感じだったんですけど、あの時はねやっぱりね課題やったのが返し馬、だから返し馬があって、それでいかにその返し馬をね体力使わにいくかっていうのをね、いろんな関係者の方国分騎手も含めてねなんとか我慢させてね、それでスタートを迎えたんですけども、今日もね本当に体重がねプラス6キロっていうこともあって、でね気合い乗り気配もねめちゃくちゃいいんでね、まずはねやっぱスタートが一番ね、まず第一関門かなと思いますね。第一関門返し馬かな返し馬からやってスタートちゃんと出て、で10番枠はね結構ね内見ながらねスッてねいける、ね、枠なんで、内にスッと入っていってねまた先手取るような形になればね、ラブの形なんでそう簡単には止まらないっていうようなあれになりますね。でやっぱりね逃げ馬が今日いないんですよね。逃げたいっていうのはねフルゲート16頭が揃ってるんですけども、大体ね後ろから東京の 2000m ってやっぱりねなんですかね、東京競馬場がそもそも直線ねもう 500m 以上あってね長いんでね、だから結構ね早く仕掛けるっていうか、そういうのがねなかなかできない早仕掛けっていうかね、まくるっていうこともそうですけどね、だからねやっぱ直線でじっくりね足を溜めて最後追い出すような形になるんでね、ラブにとってはね前に行ってねもうね逃げ切り体勢で測るんでね、もう最初から行った行ったのね競馬になると思うんでね、そういう点ではね今回もねマークはね前回よりはされると思うんですけどね、でもみんな勝ちに来ますんでね、やっぱりね人気馬なんか特にね、そういう馬が、ね、いかにラブをこう先に捕まえに行くかっていうことをね早くできるかっていうところやと思うんですけどね。でもやっぱ早仕掛けでしたらね、仮にラブが捕まったとしたら、早仕掛けした馬が先にねやってもうてるんで後で捕まるっていうケースも考え直しね、だからね絶好のタイミングを見計らって各馬がね追い出しに入った時に結局ラブはそんなん関係なしにね前の方で逃げ切り体勢測ってますんでね、そこのねレース展開を予測したら、もしね粘れる前走みたいに粘れる足があるんであればですよ、レース展開としてはねそれも向いてるんじゃないかなと思いますね。だからね結構ね枠順とか、前走からねこれ芝3走目になるんですけども、前走からの3戦目ですね芝でプラス、今回ね体重もプラス、6キロで前走もねなんとか結果3着以内は出してるんでね、ラブにとってはね全てが好条件ですね。でこれでもしね入着ないしね好勝負できることがあればね、ほんまもんだっていうことがねち
ちょっと証明できるんでね、ちょっとぜひね期待したいなと思いますね。僕はだからね本当にね、行ってほしいですね今回も。でも国分騎手もね今回 2走目っていうのもあってね、でも本当にねもう手の内に入れてくれてはるとは思うんでね、やってほしいと思います。じゃあね会社場行ってね、ちょっとねなんとか我慢してもらってねレースを迎えれるようにちょっと見てきます。まだだいぶね開始は抑えられてますね。上をね上げてねやっぱ嫌がってるんですけどね、なんとか国分騎手が抑えてスタート地点まで向かってますね。これでだからね全力疾走ねしちゃうんですよね、話したらね。ウォーミングアップはね歩くぐらいがちょうどレース始まってからねきっちりね、東京競馬場はねだから4コーナーの奥からのスタートになるんですよね。でそこからね最初のコーナーまでの入りがね言っても短いんで、いかにね経済コース通るにはね最初のやっぱスタートダッシュっていうのはね非常にね大事になってきますね。でそこからね、前回ね単勝288倍やったんですけどね、今回はなんと40倍まだ人気してるんですね、ラブにとっちゃ。今回4キロ増になるんですよね。ただラブ自体はやっぱりね今日もね478キロあってね、馬体がね小さいってわけじゃないんでね、その他の時もね57キロとかでは普通に走ってましたんでね、慣れてる筋量ではあるんでね、僕はそこは心配してないんですけどね。だからねやっぱりね一番はねいかに気分よく走れるかですね。前目の競馬をしながらいかに先手を奪うか。その時代はねやっぱり2番手以下とか3番手にやるとね砂をかぶって嫌がったんですけどね、それでもねこう芝のコースってね、砂がないじゃないですか。土はね顔元までね飛んでくる方はそうじゃないんでね、だからひょっとしたら2番手3番手でもね本当にね馬がね気分よくいかに走れるかが最後の直線の粘りですね、そこに繋がってくるのかなとは思います。それでもね掲示板とかでも書かれてますけどね、やっぱ怖い一頭だって言われてますね。今日の東京競馬場はね結構前残りするらしいんですよね。それは開幕週なんでね当然だと思いますけどね。でうちもね見る限りはそんなにねやっぱり荒れてない、ほぼほぼ綺麗な状態なんで、本当にね経済コース回ってね最後ねちょっと粘り込みほんま測ってほしいですね。直線が長いっていうのもね、ラブはね心肺機能がねすごいねあるんでね、もってこいだと思いますけどね。返し馬はね本当ね結構ね成功したと思いますけどね。でもやっぱ首をねこう上に上げるっていうのがね、これも余計な力は一応使ってるんですけどね、全力で走るっていうことがねなかったんでね、これはこれでね、そこでね余計なほんまにね足使ってないんでね、これはねまだ前走みたいにね、うまいことは言ってるとは思いますけどね。なんとかねこの東京の2000言ったらねもう本当にね根幹距離のねほんまメインどころなんでね、なんせここでねちょっと行ってほしいですね。直線ねやっぱりね坂もあるんですけどね、中京もねやっぱあるじゃないですか。それもやっぱこなしてるんでね、東京と中京はねそんなに変わらないっていうことは、中京直線も長いんでね今そんなに変わらないんでね、同じほぼ同舞台だと思うんですけどね、なんとかねいい勝負してほしいですね。今日はね京都でね秋華賞 G1 がありますんでね、そのねあくまでもね裏の開催になるんですけどね、今年もね今から G1 戦線がね始まってくるんでね、その中のうちはねベラジオペラがまずね天皇賞控えてるんですけども、他の馬からでも出てほしいですね、やっぱ G1 挑戦するようなね。いいっすね、落ち着いてますね。スタート前なんですけどね、すごいついてる。昔はだからね新しい競馬場とか来たらね物見とかもしてたんですけどね、そういうのもあんまなくてね、どっしりとねやっぱりね最初のねこのね4コーナーの奥からスタートなんですけども、すぐにねだからコーナーに入っていくんですよね。だからこれをね外回らされてるの結構きついっていうのがあるんでね、やっぱりねスッてねうちの方に入れていきながらインコース要は経済コースを通れたらいいかなと思いますね。で今回ね逃げ馬がいないんでラップもね、そんなにね速くならないとは思うんですけどね、やっぱ有力馬はね結構後ろの方から来るのばっかりなんで、マークはされる立場ではあると思うんですけども、そこまで、追いかけられないかなと思いますね。
まあちょっとね、もしも出遅れたりとかしてね、馬群の中に入れたらっていうのもね、ちょっとやってみなわからんっていうのはあるんですけど、ダートでよりのその馬群の中っていうよりかはいいとは思いますけどね、だからそこがどういうふうに出るかですね。でも前走よりもね、はるかにレベルは上がってるんでね、だからそこがやっぱりどう出るかですね。本当にね、ラブはね、自分の持ち形にはめればね、形に入ればこのメンバーでもね、やっぱりね、僕はね通用すると思いますけどね。まさかね、だから園田の馬がね中央のね芝に挑戦してね、しかもオープン戦で入着するとはね、やっぱ前走はね本当にねこう驚愕っていうか、そういうお声をねいっぱいいただきましたけどね。でもやっぱりねフロックじゃできないと思うんですよね、それがね。まぐれとかね、中京競馬場も正直紛れないコースじゃないですか。直線も長いですしね。ラブのやっぱり心配能力、先生はね本当に心配能力があるっていうのはね、とんでもない馬ですとは聞いてるんですけどね、それがね本当にねあるんであればね、ここでもね本当に好勝負やってもらいたいですね。よし、始まりましたよ。ラブ行けね。天皇賞秋に向けてね、オペラと同じ距離、このね東京芝2000ね、好勝負してほしいですね。今日はね3連休っていうのもあってね、競馬場にねすんごい人がね集まってますね。この皆さんの前でねぜひ披露してほしいですね。かっこいいね。東京競馬場 2000m スタンドから見て1コーナーの奥、ラブ頑張れよ。まず落ち着いてね、落ち着いてまずスタート切ってね、いつもの練習通り。スタートしました。よし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 、まだ出た方。コースの2コーナーを目指して、まずは直線。2番の帝王ソラネルが内から佐々木大輔促して位置を取り、よっしゃよっしゃよっしゃ、いったいった。これに外から10番のベランダのラブ、前は競りました。2コーナーを回ってちょっとね流れたかな。流れたね。ただね前には行ってるんでね。6番のボーンディスプレイ2頭を生かせて3番手、あとは3馬身ぐらいがいて、1番レインフロンヘブン4番手、その後8番手、このねラブについていったらね、やっぱりね逆にね、これまあ前と一緒ですけど、その台やったら勝ってますもんその台やったら勝ってますもん。ラブについていくとね、これちょっとペース早いかな。どうなの、ちょっと早いかもしれんね。どんな感じかな。最高峰3馬身ぐらいがいて13番8、9、あー早いな。58秒3か、早いな。ただね、このまま1分58秒台なんでね、後続も足使ってるんでね、ついてきてる馬は。その後が変わらず5、6馬身が空いていまして、2つ目の集団という感じ、4コーナーに向かいます。ちょっと足上がってるかな。まだ追い出してない。でもラブいけ、ラブ粘れ、あかんか、ラブ粘れ、あかんか、うわー刺されていった。2番手からいった馬が、うわ強い。うわー1分57秒4。見せ場なしか。ちょっとね足上がっちゃったね。2着に8番のギャラクシーナイト、3着争いの圏内は3頭、4番のサトノエルドール、15番のバラジ、そしてようやく早すぎましたいやペースがね 1000m で58秒前半やったらね、なかなか2番手集団4頭の中を進んでいた6番のオンディスレイ、なかなか甘かったっすね通用しなかった。
そうか、ちょっと最終コーナー回ってからね、前走の足色とはね全然違うかったんでね、ちょっと足上がっちゃってた感じなんでね、まあね、一番最後のね、まあ、一番ね最後尾の2着ねやったんですけど、まあでもね、これでもねめちゃくちゃ大差で離されてるわけじゃないんでね、どうなんですかね。決着はでも1分57秒4ってちょっと早すぎるけどね、オープン戦でね。ボーンディスウェイってついてきた馬やね、そのラブに。中央はちゃうね、やっぱりついてくるねんね、ついてきてバテないね。残念。まあちょっとそういうことでね、まあ中央挑戦3戦目でしたけど、まあどうやろう、ちょっとやっぱりね、このペースがね、ペースっていうかね、まあちょっとね課題もまた見えたレースかなと思いますね。ちょっと前走がね本当にねなんとか入着できたということでね、ちょっと期待したんですけどね、まあちょっとねまだ3戦目なんでね、まあ次ちょっとねこの課題をまたいろいろクリアしていってね、ちょっとぜひね年内ですかね4戦目迎えてね、まあちょっと次はねまたどうなるかはね先生がまた決めることなんですけどね、まあちょっとね挑戦はねまだまだちょっと頑張ってやってほしいと思いますね。最初のだからスタートしてからねちょっと結構流れたんでね、まあそれでも勝つってなったらねやっぱりねかなあかんねんけどね、ここでもまあちょっと切り替えて、頑張っていきましょう。頑張っていきます。じゃあ皆さんさよならand the beat drops.